これがシープですね。でも質感めっちゃいい。こういうものになるね。ウレタン系ですね。ウレタンチップを溶かしてすっごい細かい繊維状にして、それ超かわいいね。あ、いいね。かわいい。すっごい似合ってる。めっちゃ大人っぽい。ね。
くん。寺西拓人君。さあどうなる。さあどうなる。原西来るか。そしてそして終わり。次がうわいやばい。やっぱ8だ。やっぱ8だ。やっぱ8だ。あらうわめっちゃいいじゃん。お選びしていただけるんで、私3年って言ったらそうだと思う。ちょっと書いてみます。一つだけでも書いて日本のドラマは全然見てないけど、最近はネットフリであれ見てます。大豆田十和子と三人の夫っていう。
皆さんこんにちは。今日は日曜日で、私の動画のスケジュール的に行くと本当は今日はオフなんですけど、明日から1泊2日でちょっと友達と箱根に小旅行行こうと思っているので、そこでちょっと家を空けるので、今日は撮影したり編集したり、今後の仕事のスケジュールを立てたりとか、休日返上で仕事をしようかなと思っているところです。で、今日は最近買った服をね着てるので、マリメッコとか、あとはパサンドパイヌキテパの展示会に行ってオーダーしていたものとかご紹介していきたいと思います。まずは今私が着てるこちらのデニム、こちらマリメッコのマリデニム第2弾のものです。第1弾のものを持ってて、第1弾のものはこの辺腰回りが大きくて、裾のところがね結構キュッとつぼまってる感じなんですけど、第2弾はちょっと太めのねストンとストレートな感じのデニムになっています。結構太めです。で、私もう最近ずっと太めのねデニムばっかり履いてるので、このね第1弾のちょっと細めのやつも持ってるんですけど、これよりもこっちの太いデニムの方が私のね今の服装のスタイルに合ってるなと思って、もうすでにマリデニム1本持ってるんですけど、こちらの形の第2弾のものも購入しました。で、マリメッコのこのマリデニム第1弾買った方は、このデニムがね結構大きめに作られていることをご存知だと思うんですけれども、私もかなり大きくてウエストをお直しに出しました。お直しに出したのはウエストだけで、裾は購入したままの長さです。ちょっと床についちゃうぐらいの長さなんですけど、冬だったらこういうちょっと厚底めのムートンブーツに合わせたらちょうどいいので、裾はねこのままでいこうかなと思ってます。いや、これすごい可愛い。これが届いてから、ニットにも合わせたりとか、あとはスウェットに合わせたりとか、ガシガシ履いちゃってます。はい。そしてマリデニム第2弾はこちらのねデニムスカートもあります。デニムスカートもすごく可愛い。同じこのウニッコ柄でもデニムパンツとはまた違う印象になるかなと思います。丈もねちょうどいい、大人っぽくね結構着れるデニムスカートになってます。こちらもね、ウエストをちょっと詰めました。なので、マリデニムこの第2弾購入したいなと思ってる方は、いつもの自分のサイズよりワンサイズ下を購入していただいて、それでも大きかったらお直しに出すといいかなと思います。ベルトでねウエスト締めてもいいんですけど、後ろのところにねこうデニムでよくあるこのタグみたいなのがついてるんですけど、これをねベルトで隠したくないんですよ、私は個人的に。なのでベルトをつけずに履きたいなということで、毎回ウエストを詰めてます。はい、そして、もう一つはつい最近展示会に行ってきたパサンドバイヌキテパで購入したニットカーデです。これすっごい可愛くて購入してよかったなと思うカーディガンです。ヌキテパの展示会に行ってきて、ドレスとかもね何着かオーダーしたんですけど、こちらのニットカーデはその場で購入して帰れたので、多分すでにヌキテパで売られているものなんじゃないかなと思います。少し透け感のあるニットカーデです。それのところがちょっとねふわっと大きめに作られていて、カーディガンのこの前のところにボタンがないのもいいなと思いました。なんかボタンがあるとちょっとやっぱりほっこり感が出てしまうんですけど、このねボタンがないことによってさらにおしゃれに羽織れるニットカーデだなと思いました。あと丈感もちょうどいい。この辺の丈感、短すぎず長すぎずっていう感じで、この絶妙な丈感がすごく可愛いです。カラーも超可愛い。このニットカーデがマリデニムにすごく合うので、この組み合わせでたくさん着ていきたいなと思いますし、春だったら T シャツの上に羽織ったりとか、あとは夏が近づいてきたらタンクトップとかキャミソールの上に羽織ってもめっちゃ可愛いと思います。という感じで、ヌキテパではドレスを数着、あとはマリメッコでも、まだ、春夏のワンピースとかそういうものが、まだ控えているので、また新しいお洋服が届いたら皆さんにシェアしていきたいなと思います。はい。
こんばんは。今ちょうど、今年のフィンランド一人旅の、計画を立て始めたので、ちょっとビデオ回してみようと思います。はい。この去年の冬にフィンランドで買ってきたムーミンのスケジュール帳にフィンランドの旅の予定を書き始めました。というのももう行く日にち何日から何日までっていうのが決まって、もうね宿取ったんですよ。まだ航空券は購入してないんですけど、宿だけは先に押さえちゃいました。一個ずっとね行くならここに泊まりたいなみたいな、キッチンもあるし洗濯機もあるし清潔で街の中心部で安全みたいな場所があったので、そちらを予約してついにフィンランドの旅っていうのが現実味を帯びてきました。行くっていうことは今年の目標として定めていたんですけれども、宿を予約して初めて今年私一人旅行くんだみたいな感じでそわそわねしてますね。はい。というのも一人旅初めてなんですよ、私人生で。国内旅行も一人で旅したことないし、多分海外旅行なんてもってのほかで、一人好きなんですけど、一人で過ごすの好きなんですけど、旅行は誰かと行きたいみたいな感じの人間だったんですよ。ご飯もね誰かと一緒に食べたいし、素敵な景色見たら一緒にその相手と感動したいよねみたいなのがあって、一人旅に行こうなんて思ったことなかったし、思うこともないんじゃないかなって思ってたんですけど、今年はちょっと孤独を楽しむということで、フィンランドはもう3回行ってるから気持ち的にも安心できる場所、私好きな場所なので行こうということでついに予定を立て始めてるんですけど、ちょっとドキドキします。はい。で夏のねフィンランドに行くので飲みの市とか行きたいなと思ってて、前も紹介したことあるかなと思うんですけど、こちら長田ゆかりさんの北欧ヴィンテージ雑貨を探す旅っていう本、これ前から持ってて、あとはこちら私の北欧案内ストックホルムとヘルシンキっていうものを読みながらヴィンテージ雑貨探しどこに行こうかななんてちょっとねワクワクしています。あとは今までフィンランドは最大8日間で結構バタバタしてて、行きたかったけど行けてなかった場所がたくさんあるので、日常に溶け込むみたいな感じで生活感のある旅行がしたいなと思って、で旅行中にちょっと執筆みたいな、毎日ね夜日記みたいなそういうのを書いていこうかなと思ってるんですけど、それもね最後帰ってきて字にするためにどういう風な構成にしたらいいのかなっていうのも編集長やってくれる私の彼と話し合っていかなければいけないなと思うし、あとこの夏の1ヶ月間行く時には動画編集をねしたくないなと思って、行ってる間の動画のストックを作るためにちょっと計画を練ったりとか、なんだかんだ夏はまだ先と思いながらそれがすぐやってきちゃうんじゃないかと思って、計画立ってるの苦手なんですよね。すごく結構衝動的に動いちゃうタイプの人間で、計画立てるの苦手だから、こういう風に YouTube の動画のストックも一本も持ててないし、いつもギリギリまで先延ばしにしちゃうタイプなので、そのフィンランド一人旅までに仕事を全部ね計画的にこなせるのかっていうのと、あっちに行ってからの1ヶ月そのスケジュールっていうのもざっくり決められるのかっていうのが不安です。やんなきゃいけないんですけど、やりたいことをやるためには苦手なことにも挑戦しなきゃいけないと思ってるから、尻叩いてでもやんなきゃいけないなと思ってるんですが、一人旅に行くので不安もあるし、フィンランド3回行ってるけどまだ全然そのフィンランドのこと知らないことたくさんあるから、今回これ回したのもフィンランド行ったことあるとか、もしくはフィンランドに住んでるとか住んでたことがあるとか、あとは私フィンランド Vlog いくつか出してるから、フィンランド人の視聴者の方も何人かいると思うんですけど、一人旅行った時に行きやすいレストランとかカフェとか、あとはあっちで1ヶ月もいるから全然自炊たくさんすると思うんですけど、スーパーでこれ買ったらすごく美味しいよみたいなそういうもの、あとは夏の飲みの市、有名どころは絶対行くと思うんですけど、ここのね飲みの市すごい穴場で素敵だよとか、私エスポーとかもう一回タンペレとかにも日帰りで遊びに行きたいなとか思ってて、ここのこれすごくいいよみたいなのがあったらぜひ教えてほしいなって思います。はい、ここから夏までね少しずつ私がこのフィンランドの旅への計画を立てていくと思うんですけど、皆さんも一緒にワクワクしてくれたら嬉しいなと思ってるし、その私が1ヶ月あっちで過ごして何を感じたのかとか何を考えていたのかっていうのをちゃんと
文字にして皆さんに届けて、読んでて楽しいジンになればいいななんて思ってます。はい、なので期待していてください。自分に程よいプレッシャーをかけながら頑張りながら楽しんでいこうと思います。まもなく2番線に電車が参ります。かわいいじゃん。めっちゃかわいい。はい。すごい。お水で作る。行きましょう。よいしょ。始まりました。最近同様ラジオ第24回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのうちにアトリエを作って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花粉がきつそうですね。いやー参ったね。そう、彼は疲れてるわけでも、風邪をひいているわけでもなく、花粉にやられています。はい。多分ね、もっとひどい人いると思うんだけど、今日やもうばい。嫌だねこれ。もう本当嫌になるね。寝るとき苦しそうだもんね。寝れてないでしょ、あんまちゃんと。いやなんかところによれば、今週そして来週が花粉のピークだそうで、まあ東京ね。はい。皆さんもぜひ花粉対策気をつけてください。薬とかは本当早めに飲んだ方が、ちょっとでも初期症状出たら飲んだ方が効果は高いらしいです。あ、そうなの？だけどもう早めに。そうなの。今
去年はそこまでだったら今年ひどいね。ほら台湾住んでたからさ、その期間は丸々5年間1回も花粉症ならんかった。そうね、台湾は本当に花粉の感じないよね。だから帰ってきて、日本のスギ花粉を浴びまくって、体内に吸収しまくった結果この通りということ。はい。いや。はい。そんなお辛い中、どうぞ今週もよろしくお願いします。お願いします。まあ今週はですよ。この最初のフリートーク。今週はもうタイプロですね。タイムレスプロジェクト、通称タイプロ。こちらがもうつい最近ね最終回を迎えたということで、はい、ちょっとこれ最後に語って、終わりにしたいと思うんですけど、タイプロはもう皆さん知ってるかな。ここまで話題になったら、ネットフリックスでやっているオーディション番組で、旧ジャニーズのセクシーゾーンというグループのメンバー脱退を機に新しいグループに生まれ変わるということで新メンバーオーディションをしていたんですけれども、でそれにハマっているという話を前回ぐらいのラジオでね、めちゃめちゃ熱く語りました。でその後あなたにもずっと語り続け、あなたも結果的に全話見ましたね。はい、面白かったよね。面白かったよ。めっちゃ面白かったよね。ついこの前新メンバーの発表があって、私の推しがね新メンバーに入りましたおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかりファンクラブにも入り、あなたは誰推しでした？いややっぱ原さん。原義孝さん。原日記。原日記。いや原日記やばいよね。やっぱ最後原日記呼ばれた時、力飽和踊っちゃったもんね、思わずやっぱさ、なんて言うんだろう。で結局私の周りの友達もね、最初いろんな他のさ候補生が推しだとか言ってたんだけど、最終的にみんなね原日記推しになってた。こういうオーディションの時にこう熱くなれる男っていうのってめっちゃグッとくるよね。ちゃんとなんか泣くとこ泣けるっていうか、ちゃんと自分の情熱を表に出せる人ってやっぱ魅力的だなって思った。すごく、それがやっぱ応援したいって思う、人間力につながるんやなって思ったよね。やっぱね、あなたの推しも入りましたし、私はファンクラブにも入会しましたんで、ライブ当選したら一緒に行こうさあ今回こういうオーディション見てて思ったんだけどさ、審査みたいなやつの不明瞭さっていうのがすごくいいなと思った、見てて。オーディション関わらず今はさ結構世の中的にさ、何でも何かあったらこう理由がさちゃんと説明されるじゃん。こういう結果にはこういう理由があって、こういう結果になりました、それでみんなが納得します、でも今回のタイムレスプロジェクトっていうのは、仲間探しだからその選考理由を明確に言葉にできないと思うんだよね。その現メンバーも、この人のここが良かったっていうのを言葉にはうまくできない、でも空気感とか一緒にいていいなとかっていうのがあるけど、それを人に説明できるところまでいかないから、やっぱりこうふわっとさ、誰が選ばれたかっていうのはふわっとやっぱ決まるわけじゃん。そうすると見てる人がさ、なんでこの人はこんなに素晴らしいダンスの才能があるのにとか、人格者なのにとか、でなんでこの人は落ちてこの人が受かったのかって、その理由をくださいってやっぱ言ってる人もいるわけね。でもそれがないからこそなんだろう、そういう場面があるっていうのも受け入れていくこの時代いいなと思った。なんてわかる？わかる。毎回全部しっかりとした理由があって、何かなされてることが最近多かった気がするんだけど、ふわっとなってしまって、どういう理由でこうなったんだろうっていうの分からないまま、いずれ正解が分かるんだろうなっていう、このふわっと感がなんかこう賛否両論を読んだんだけど、私的にはこういうシステムもあっていいよねってすごい思った、ね。確かに、今はなんかそれこそいろんな今業界でさ、何かをなすために何かをハックするみたいなさ、なんかそういう風潮があるやん、いかに効率的に成功するかとか、なんかそういうものがありふれる中で、今回のタイプロに関してはすごい価値基準が今のメンバーに合うかとか、多分なんかもっと大きな、もちろんビジネスやってることだから、いろんなことが混ざり合って出された決断なんだと思うけど、多分今回
合格した人、うん加入した人っていうのが、うん必ずしもうん歌とかダンスとか、うんパフォーマンスの技術だけで選ばれたかっていうと、うん多分そうじゃなくてうんもともとの3人のメンバーとのうん相性とか、うんだからもうなんだろう、もう技術ではどうしようもない部分そうそうそうが評価されるものって、そううん確かに最近なかったよね。そう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 この世の不条理うん理不尽不公平っうんていうのがやめようみたいなそれも大事だけど、うんやっぱ人生においてこの人よりも自分の方が長けてるこの部分だと思ってもそれでもうまくいかないことうんみたいなうんのがあるのがやっぱ世の中やと思うんだよね。まあ特に芸能の世界はね。それがなんか努力してるんだから報われてほしいとかね、うんうんそれもわかるすごく。うん私も報われてほしいなと思う。でもやっぱそうじゃない時もあんだよね人生っていううんので、なんかそういうなんて言うんだろうなわかんないんだけどいい世の中にはなっていきそうってちょっと思った。まあなんかちょっとだけ見方を変えれば、うん曖昧さを許容するみたいな、うんうんそういう部分って、うん確かにちょっと今もっとあってもいいのになって思ううん瞬間は確かにあるかもね。なんかその曖昧さ、まあ、もちろん通過した人がねうんめちゃめちゃその才能がないとかそういうわけじゃないよ。みんなおのおの才能があって全員素敵だった。だから誰が選ばれてもよかった中でのやっぱこの判断基準はよく最終的にはよくわからないっていう、うんそのうちらには表面的にしか見れてないからわからないっていうところうんがすごく良かった。うんうんすごく良かった面白かった。あとやっぱいいなと思ったのは日本語で歌えるっていうのがあめっちゃいい。あそうなんかほんと俺ですら口ずさめるっていうのはそう確かに最近のさそ J-POP しかりさ、う、うん、K-POP、やっぱ聞いたことはあっても、んやっぱ歌えないの難しくてさそうそう早かったりしてさそうそう口ずさめないみたいなのはあったけどやっぱさこのぐらいの手拍子感でうん口ずさめる歌詞、うんあとは歌詞がすごいごちゃごちゃしてない。もう本当に負けんなとかうん諦めんなみたいな、うんもう一発で頭に入ってくる歌詞が入ってくるのがうんやっぱ一緒に見ててさ、うんその後見終わってお散歩したら一緒に歌っちゃうみたいな、うんそれがやっぱりこうファン化につながるというかうん親しみやすさ、うんうん、だからやっぱうちらが子供の頃に見てたSMAPとか、うん嵐とかの曲みたいなやつをもう一回欲しちゃってる自分いる、うんものすごいスキルがあってものすごい歌を歌われるのを見るとおすげえと思うんだけど、うんじゃあそれをじゃあライブ見に行った時に一緒に口ずさめるかっていうと、まあ、見るだけになっちゃうね、うんそれがなんかちょっと物足りなさを感じるうんっていうので、今回はそのやっぱりスタートエンターテインメントはまあジャニーズの伝統引き継ぎ師って感じだからさ、うん歌詞がそういう感じじゃん。うんだからすごい面白かったよね。うん課題曲とかも聴いててうちらも歌えるっていう。ああ面白かったそうあれだよああ面白かったです本当に。もうみんな素敵だったし、こんな面白いオーディション番組もなんかもうなかなか来ないよ、まあ今回このタイプロが結構バズったから、うん同じのやろうとしても無理だと思うねちょっと、うんこれは今回でしかない面白さだった気がします、うんはい、まだ見てない方もまだ間に合いますんでタイプロ見てみてください誰ってそんな感じで今私たちは、水餃子を作っています。生姜をたっぷり入れて、いや今日がすっごい寒いのうんびっくり。風が強くてさ春一番今春一番全然違うでしょ。あ違う普通に風強いだっけ。あでもそうかな、そうじゃないともうすぐ3月だよ。まあそういう感じでまあ3月だよとか言いながら私たち1個前の Vlog は青森旅だったんですけどすっごいたくさんコメントいただきましたね、本当ありがとうございありがとうございま。ますした。なんか今回の青森旅はすごいうちらがうん私もだし、うんあなたもなんかウキウキしてる感じとか、うん本当になんか楽しそうな雰囲気が伝わってきますみたいなえコメント多くて、うんいつも楽しいんですけどでもなんか確かにその青森はね楽しかったんだようんね。まあ確かにいつもよりせかせかしてなかったかも。そうだね。なんか行く場所とかもそんなにいっぱい行ってないしね。去年一昨年とかその例えば旅行の Vlog 始めた時らへんとかってまあ要はお店の紹介みたいなのもさ、うん含めた Vlog みたいなのをさうん情報、うんみたいな
お届けしてたような気がするんだけど、まあ、でもそこもちょっとだから離れつつあるかな自分の中で。なんかさっきのタイプロみたいなやつだけど、こういう道筋が正解かもねみたいな、ところじゃない発信の仕方っていうのをなんか模索しだしてるというか、青森行こうってなった時もじゃあど定番の観光地みたいな検索したらヒットするようなもの、そこに行くのもいいなとは思うんだけど、そうじゃないところに行ってみるっていうのも見たことない知らない景色みたいな、SNS で一回予習して行く景色と予習してない景色みたいな。の驚きの差みたいながなんか変わってくるんじゃないかなと思って、青森の宿とか行く場所とか選んでみたんだけど、楽しかったね。だから、全部が新鮮に感じられて、そうね、そうああこれあれねとかないわけ、全部がなんか真新しくてすごい楽しかった。確かに今まではさ、結構ガチガチに予定決めることがなんだかんだ多くてさ、ここ行った次ここ行ってとかさ、結構限界まで詰め込むことで、なんだろう、動画の充実度というかを、測ってたと思うんだけど、あなたがね、私が喋るようになったっていうのが結構大きくて、何か食べたり経験した時に、その場でさっと喋れるっていうのがやっぱり、あそこ行って取れ高なかったらどうしようとか、って言った時に、取れ高ありませんでしたってやっぱ言えるくらいの感じが出てきたから、正直さ、青森行ってさ、何もなかったらどうしようみたいなさちょっと思ったのね。ちょっと怖さも、なくはないじゃん、だけどなんかそれでも、いけるかもって思えたのはやっぱりあなたの成長です。演者力の成長じゃないですか。ありがとうございます。でもあなたが私が喋りやすい雰囲気で合いの手を入れてくれる、カメラマンの部分も私にこの緊張感を与えさせないっていう。ありがとうございます。でも確かに慣れてきたっていうので、どんなものが来てもコメントできるようになってきた感じはあるかもしれない、ちょっとした普通の会話を動画に取り入れることにビビらなくなってきた、前まではこの会話面白いとか、いるとかっていうのがあったんだけど、今はそういうなんか間みたいなとか、何気ない一言っていうのも取り入れるとよりリアル感増すかなみたいなのを意識するようになってね。いろんなおすすめを教えてもらったんですよ本当に。そうね。そうもう本当に青森の視聴者さんってすごい多いんだなって思ったよね。あなたのチャンネルの視聴者のなんか半分ぐらい青森の人ですかっていうぐらい。そうこんなに青森の視聴者さんが隠れし潜んでいたのかって思うぐらいいっぱいね来て、本当にねいろんなところを教えてもらって嬉しかった。本当ありがとうございます。いっぱいあるんで2個だけね、おすすめのやつを紹介しようかなと思うんですけど、1つ目のおすすめ、ラジオネーム MMTS さんです。ミクさん先生こんばんは。こんばんは。青森を気に入ってくださってとても地元民として嬉しいです。青森のおすすめはこちらです。青森の宿はこもるところ、冬は地酒で作られた酒粕が入った出汁で津軽イノシシ鍋を食べることができます。いいね。大間のマグロは水温の下がった10月から12月の時期が一番脂が乗って美味しいです。動画でも話していましたが、地元で食べられるお店がなかなかなく、青森市からの移動は大変になりますが、大間町だとはま寿司さんや魚食いの大満足さんで食べられるよそうです。やっぱ大間まで行かないといけないんだ、大満足さんはマグロの時期にはお店で週に1回から3回マグロの解体ショーを行っていて、そこでそのまま召し上がることができます。個人的には体験料はそれなりにですが、大間で大間マグロ一本釣り体験というのがあるらしくミクさんと先生に挑戦してほしいということで、食べるとかやっぱあるみたいだし、解体ショーやってるとことかもあるらしい、で10月から12月の時期に行くといいそうです。いやちょっとね、雪がね怖かったんだよね。そうね、大間まで行こうかなって思ったんだけどね、ちょっと大雪警報がちょっと路面状況が分かんなすぎてやめたんだよね。そう今度大間マグロ一本釣り体験したいどういうこと？船乗ってピョンってやつ、であとね本当にたくさんあって、もう青森だけじゃなくて新潟とか金沢とかも本当にいっぱいあるから、なんか国内旅行行きたいなって考えてる方、日本海側
方はぜひコメント欄もう一回見に行ってください。すっごいいい情報いっぱいあって、うちらも今度旅行行く時あれもう一回見返していこう、で一つねその中で気になったものがあって、これピックアップしたいと思います。みくちゃんのセンスに憧れる70代です、動画を見るたびに同じものが欲しくなってしまう始末、年がいもなく可愛いものが増えていっています、今日は青森国内旅行ですね。実はリクエストがあって、私はブロンプトンが欲しくて検討していますが、ぜひしまなみ海道をブロンプトンで走ってほしいのです。私もできれば行ってみたいけど、まずは自転車に乗る練習から必要そうで、夢が果たせるかどうか分かりません、しまなみ海道はブロンプトン愛好者の聖地みたいですよ、海外旅行もすごく楽しみだけど国内旅行もいいですよねっていうことで、ブロンプトンっていうのは私たちがもう愛用している折りたたみ自転車なんですけれども、それでよく私たちはサイクリングをしていて、この70代の視聴者の方にしまなみ海道を走ってほしいって、まあブロンプトン愛好者以外、自転車好きな人はね、やっぱ一度はしまなみ海道走りたいってなる、そうこれさ今度行こう。そうだね春先ぐらい、そうだね、なんか暑くなる前ぐらいの時にサクッとね、私大丈夫かな、焦げるかな、なんかねいろんなコースがあるんだよね。そうなの？その距離が短いやつもあるし、確かなんか途中でもう焦げないってなったら、そのフェリーで戻ってきたりもできる。あ、そうなんだ。そうそう。ということですごいいいリクエストいただいたなと思って、いつかね実現すると思うんで待っててください。あと他にお便り読んでいきたいと思います。あ、そうだ、お便り読みながらさ、バレンタインデー過ぎたからさ、チョコとか食べよう。うちは、バレンタインデーにいつも彼にチョコを買ってもらうんですけれどもありがとうございます、ジャンポール・エヴァン、そして箱根で、一口まんじゅう買ってきたので、これも食べてみましょう。なんかチョコレートってすごいんだね。なんで？その今回、これは日本橋三越だっけ？そうだそうだ、行ってさ、最初地下でさ、スイーツコーナーみたいなところでさ、チョコレート売ってたけど、でもなんか全然人並んでなくて、そう意外と人少ないねって話してて、そしたらなんか7階かなんかでバレンタインフェアやってたんだよね。でもなんか、あれだなと思ったらもう、人気のやつは売り切れてんだね。そうびっくりしたよね。なんかそういう世界線だとは知らなかったね。行ったのがバレンタインデーの2日前とか3日前とかな。めっちゃ近くて、なんか噂によるとこういうチョコの世界って、もうバレンタインのなんかもう1ヶ月か2ヶ月前ぐらいにすごいのをホールドしてんだって、争奪戦みたいな。いや俺びっくりしたのはさ、パティシエの〇〇さんと、なんかサインがもらえますみたいな、そんなアイドル化してるんやと思って、並んでたよね、サインもらってたよね、そうだから私もなんかいつもさ食べたいチョコがあるんだけど、毎回その争奪戦忘れてて、で毎回ジャンポールエヴァでも美味しいよね、食べよう。おいしい。わ、これ、花粉症の時に食べるのもったいないかな。風味感じられないすごいもったいないことしてる気がする今箱根まんじゅうも食べてみよう。箱根はもう平日でも人がすごかったよ本当に。もう今海外の人でしょ。いやもう本当そう、美味しい。安定感がありますね、さあじゃあ他のお手紙も読んでいきましょう。ラジオネームみーさんからのお便りです。お二人の自然なトークの雰囲気が好きです。好きな映画など映画にまつわるエピソードをテーマにお話ししてほしいですって。映画かそうもうなんかシンプルと思ってこちらをちょっと採用してみようかなと思ったんですけど、好きな映画というか最近見に行ったんだけど、ファーストキスっていう映画見に行ったんですけど、すごい良かったです。松たか子主演で、相手役がストーンズ松村北斗さんっていうので、冷え切った夫婦が離婚しようとしたその日に、旦那さんが駅で赤ちゃんが線路に落ちちゃって、それを助けようとして旦那さんが死んじゃいました。それで、冷え切っていたとはいえ未練があるわけ、未練が残るよねなんとなく、そしたら奥さんが いきなりタイムスリップできるようになっちゃう高速とか乗ってたら、なんか突然事故みたいになって、したらタイムスリップできちゃって、出会った時に戻れたの、その旦那さんと。その若かりし頃ってこと。そうそう、でそこからいろんなことやり直せば、
この最後の事故っていう結末に行き着かないんじゃないかと思って、もういっぱいタイムスリップして原因となるものを全部潰していこうとするわけ。例えばその事故の日に帰る前にコロッケ屋さんに寄ったから、そのコロッケ屋さんに行くのやめた方がいいよって言ってみたり、いろんなことするんだけどなかなか結果は変わらないわけですよ。で自分とそもそも出会わなければいいんじゃないかというところまで発展するんだけど「てんてんてん」っていう、あんま言っちゃうと全筋話しちゃうんですけど、それがねめっちゃ面白かった。私ねタイムスリップ系すごい好きっていうのに気づいたんですけどこの「ファーストキス」もそうだし、私の好きな映画「アバウトタイム」っていう、これもなんかこうふっとね、ちょっと SF 系か。そうタイムスリップしていろんな未来を変えようとするけどなかなか変わんないっていうので、人生というのは結果ではなく過程何個か前のラジオでも話したけど、結果ではなくてそこまでの過程っていうのが何にしても尊いんだよっていうことを言わんとする映画がすごい好きなんだなって思って、だから「ファーストキス」はね坂本雄二脚本の映画だから「最高の離婚」とか「カルテット」とかそういうドラマを書いてる人で言い回しが面白い。例えば「恋愛は盲目です」でも結婚すると解像度が上がるんですと、相手の嫌なところが 4K で見えてきますとだからそういう感じで結婚すると相手の嫌なとこばっかフォーカスして、どんどん詰めてって、そんで関係が悪くなっていっちゃう、それって果たしてどうなんだろうっていうのを、教えてくれる映画、で結構泣ける映画というか面白いんでぜひ見に行ってください。皆さん週末とかにちょっと最近夫婦仲冷え込んできたなみたいなそれで見に行ったの？それで見に行ってるなんか最近ちょっと旦那とうまくコミュニケーション取れてないな、なんか彼氏の嫌なとこばっか見えちゃってんなみたいな時ぜひ見に行った方がいい。それはさ、じゃ仮にね、冷え切った夫婦がいたとして、それは一緒に見た方がいいのか一人で見た方がいいのか、それはどっちなの？結局結婚して嫌なとこの解像度が上がるっていう、解像度が上がってる方が見に行った方がいいのかもしれない。じゃあ、旦那さんにこれめっちゃ面白いらしいよって外のかせるのもいいかもってこと？そうなんか最近俺映画見たのこれはすごい面白いらしいよみたいな感じでちょっと言ってみたみたいな。それで言ってくれる旦那さんは多分確かに冷めきってないよ。冷めきってないよね。でも冷めきってなくても見てたら結局男女のことじゃないよ。人生において結果じゃなくて家庭だよっていう、人生を豊かにするのはやっぱりこの家庭なんだっていうのをすごく分からせてくれる映画だから、ぜひね見に行ってみてください。で私の好きな映画「アバウトタイム」アバウトタイムもほとんどそんな感じ。アバウトタイムって本棚のやつだっけ？アバウトタイムっていうのは主人公がクローゼットの中で目つぶれば好きなところにタイムスリップできる。じゃあ違うか。そう一緒に見たことあると思うけど、アバウトタイムも自分の人生をね何回もやり直していい方向にどんどん進んでいくんだけど、結局ここだけは帰れないとかね、あるわけで、そこをやっぱ受け入れるっていうのが人生なんだなっていう、あともう一個私が好きな映画はリトルフォレストですね。あれ映画なんだ。あれ多分映画ですね。リトルフォレストっていう、あれ誰だっけ主演、橋本愛さんが主演で、本当これも多分青森とかそっちの東北の田舎の、女の子の春夏秋冬っていうのを、料理とか季節で表すっていう、これはもうほっこり見れるんですけど、世界観がすごい好きで、リトルフォレストはぜひ見てください。あなたはあんま聞いたことないかも、あなたの好きな映画とか。ミッドナイト・イン・パリ好きとか言ってた気するけど。もうでもどんな話か全然覚えてない、映画かシェフサンドのやつとか。シェフ、三つ星フードトラック始めましたっていう映画、私も大好きそれ。だけどあとは、なんだっけ、星の旅人たちだっけ。なんだっけそれ。スペインかどっかの、どっかで息子が巡礼の旅をしてる途中で亡くなっちゃうんだよね。でそれをお父さんが引き継いで、残りをやり遂げるみたいな、あとはもうベタに007とかはかっこいいなと思う。007いいよね。でもそういう感じにね、最近私は映画をね、摂取してるというか、劇場でも見に行ってるし、結構ね
なんかネットフリとかでも見てるから、うん映画いいなってやっぱ思ってる最近。またねもう一度ぜひ皆さんのねおすすめ映画も聞きたい。もう一個ぐらい喋っとく。じゃあこれにしてみよう。ラジオネームわたあめさんからのお手紙です。はじめまして、いつも楽しく視聴しています。私もタイプロにハマっていて推しも同じです。私もまさに一部の切り取られた発言の反響にモヤモヤしていました。これ前回のラジオね、熊野プーさん哲学で話したこと。そこで質問です。切り取られた発言の前後を想像したり、時間をかけて相手を理解しようとする人が多い世界なら素敵だと思うのですが、そうじゃない人も多いですよね。もし自らの行動や発言で意図しない解釈をされて、そこで人物像を決めつけてしまう相手が身近にいた場合、ミクさんと先生はそのモヤモヤをどう解消しますか？そういう人は多分変わらないと思うので、こちらがモヤらない秘訣、対策をお聞きしたいです。そういう人は変わらないという前提でね、こちら側のモヤらない対策、受け流し方っていうのかな、そもそも身近には今のところいないかな。会社に勤めてないからね。今会社とかに勤めてたりとかしたりとかさ、触れ合う人数が多くなってくると、そういう人が現れる可能性が多いんだけど、最近はね関わる人がものすごく限定的だから、そういう人とは関わらないっていう場所を取るんだけど、そうはいかないじゃん世の中、大半はね。そういう時自分だとどうもやらないようにする？会社だったら例えば上司にちょっともやってするってなったら、その上司のもう一個上にだけ真実を伝えるとか。どういうこと？例えば一個上の上司から勘違い、お前って何々だよなって言われたとしたら、直接反論したら何クソって思われちゃうから、一個上とかその上司の同僚とかに、いや実は〇〇で本当はこういう背景があるんですよ。でもなんか反論するのもあれだしなみたいな、やんわりと周りからちょろっと言われて、直接は言わないけど、なんか最終的にその人が、はっって気づいて、で心理的に優位に立つ作戦も一個あるよね。確かにね、自分の気持ちのもやらない秘訣ある？いやなんかね、俺いつからかね、勘違いされてもいいやと思ってる。いやわかる。でもどうなんだろう、いいのかなこれって。私もねもう勘違いされてもいいやって思っちゃってる。なんかもう自分じゃ誤解解きにいかないよね。そのなんか、周りに言ってもらえるような環境を日頃からどんだけ作れてるかだと思うけど。そうだね。もやもやはするかな。なんだろう。でもなんかもう心の中で突っかかりがしばらく取れないみたいなのは、確かにあるよ。年に1回か2回か。嘘。誤解されて？誤解されて、でももういちいち反論せずに終えるけど、終えた後に、いや納得いかねえ。私にそれでさ、なんか何日か後にまだ納得いってない時に言ってくるもんね。その場では言わないけど、いや実は何日か前さこんなんあってさ、いまだに腹立つんやけどみたいな言ってた。その時どうしてんの？モヤモヤしてるわけじゃん、何日間か。いやもうなんかもうあの時はなんかもうそうなった場所とか通るたびに思い出すからムカつくよね。いやあなたが私に話してくれた誤解は、道端でね、本当に知らない人とうまくなんかよくわかんないけどうまく通じ合えなくてというか、むしろあちら側がって感じなんだけど、それででもそこの誤解を解く必要もなく、知らない人だしみたいな感じで通り過ぎてしまって、また会うこともない人。そういやもう二度と会わないし、もういいやもう俺負けようと思って行ったら2日後会ったよ。偶然会って、どうしたのその時？どうすんの？会ったらおっと思って、でもあっちは覚えてない。気づいてなかった。どうすんのその気持ち？それがこれでいうモヤモヤじゃん。でもいつの間にか忘れちゃうね。でも思い出した。いや今思い出したらもうでもやっぱなんていうか、今日なんか朝2人で話したような気がするんだけど、一喜一憂できる力ってすごくないっていう、なんか一喜一憂できるのってめっちゃハッピーだよねっていう、幸せだよねみたいな話したよね。なんか最近なんかあんまその感情の起伏があんまない感じがして、自分の中で、こうなんか結構一定かも、こういう感じ。そのビョーンってなんなくて、それはそれですごく精神的に安定してて、毎日日々送りやすいんだけど、なんかいいのそれでいいのかという、なんか
瞬間が起きる。そうね、うんなんかたまにアドレナリン出したいみたいな。そうそうそう、すごい。だからそう怒りったりとか、うんモヤモヤしたりとか、うんなんかくそとか残念な気持ちとか、うんなんかそんなねなんもない。友達もさみんななんだろう配慮ができるから、うんそんなモヤモヤすること言ってこない。家族も言ってこないし、仕事先でもそんなことが起こることはあんまない。うん感情が触れなすぎて最近。確かにね。だからそのさ最近なんて言うんだろう、私がねあなたとその旅行とかいろんなとこ行ったりした時に「美味しいね」とかうん「楽しいね」とか言うじゃん。うんそしたらいつもあなたに「ハッピーハラスメントだ」っつって「ハッピーハラだ」って言って、そのハッピーを強要されてるかもしれないとか言ってるんだけど、これもさ口に出して言っていかないと、うん感情が触れないからと思って、こちらはね。あ、じゃあ無理して言ってんの？いや普通に楽しんでんだけど、やっぱ楽しいって思った時に楽しいねって、あーねやっぱ声出していかないと、うん感情がほら触れないから、喜怒哀楽が。うんあなたは特に私より触れてないよ。冷静すぎて、なんかこういう感じ。それはちょっと2人が冷めきってるからじゃない？やばい、ファーストキス見に行ったよ。面白いらしいよ。俺だって一人でうん自転車で鎌倉の方行ってきたけど、あ、言ってきたね。よっしゃーとか思ってた。やばした。坂登ってよっしゃーとか思ってたけど、感情振り切ってた。振り切ってたよそれあら、なんでうちら冷め切ってんじゃん、うちら。あ、やばいじゃん。ファーストキス見に行った方がいいよ。って何？もやもや解消、もう解消できないよね、やっぱ。でも解消してあげようよ。どうやって？やっぱアンセムを踊るしかないね。力を合わせて力を合わせ昨日ね箱根に行ってカラオケしたのね。うんカラオケ歌ったらすっごいすっきりしたりし、うんこの前の箱根の時に愛ちゃんが夜寝る前に「ちょっとストレッチするね」って言われて一緒にストレッチしたのね、うんそれすっごいすっきりしたの、うんなんか気持ちがなんかファーってなったから、そういうやっぱ体を動かす、歌うとか、あとはストレッチするとか、うんそういうのを挟むとやっぱモヤモヤは解消されるかもしれない。その感情の起伏もそうやけどさ、うん人間関係のストレスっていうのはさかかったとして、うんそれ以上のストレスを自分で自分に与えればうん気にならなくなる。結局ストレスが高い順に人間は気になってモヤモヤしていくわけ、あ、なんかそれ何かで見た。うん、だけどそれは、うんだからよく筋トレで言われるよね。うん肉体的疲労をうんもう無理やり与えれば、うんそのメンタルのうんモヤモヤを凌駕するぐらい頑張れば、メンタルで悩まないみたいな、あ、でもそれなんか私も同じの見た。うん人間って優先順位立てて考えてんだって。うんだからその悩みよりももう一個でかいものとかね考えたりとかすると、こっち悩まなくなるらしい。うん考えたりもその体力使ってうん優先順位がこの運動してて疲れるみたいうんなところに振ると、こっちがもう消えてくらしい。うんストレスを超えるストレスを自分に与えるっていう新しい回答だね。ストレスをさ解消しようとか言ってるのにストレスを重ねていくっていう。でもねやっぱね人間ちょっと悩んでるぐらいいがやねそうなの人間ねやっぱ悩んでる方が色っぽいし、ちょっと悩んでるぐらいの方がねやっぱかっこいいよ。その方が深みがあるように感じ、なんかすごいいいなこの人人間らしくてとか思っちゃう、まあねまた言うけどきつい時はきついからな。その時はやっぱもそうだねうめちゃめちゃ腕立てするところそうだねいいでしょうか、まあでもそういうタイミングも大事ですよ。まあ誤解されないことが一番なんですけどね。うん、でもなんかそれをさ、一番の目的にしてたらさ、もう時間なくなっちゃう。そう思うんだよな人生、うんだからまあある程度誤解されつつモヤモヤしつつ運動して解消して生きていければいいね。これは私たちにも言えることだ。大丈夫でしょうか大丈夫ですか。はい、はい今週いつも通り皆さんにトークテーマだったりとか、あとはお悩み相談とか質問をいただきたいんですけど、それプラス私1個ね、募集したいのって、ラジオ聞いてくださるリスナーさんのリスナーネームを作りたい。うちらのこの最近同様ラジオのリスナーネームっていうのかな、ファンネームみたいな。だからタイムレスだったらタイムレスのファンネームはセカンズ、TWICE だったら ONCE、BTS だったらアーミー、スラトモとか。スラトモ
ミックスなミックだから。公読み。何公読み？最近どうよやけど公読み。公よってでも言いづらいね公読み。公読み。なんかそういうなんかそのうちらの最近どうよラジオっていうタイトルだったりとか、私たちの関係性とかでなんかいいファンネーム、リスナーネームみたいなのあったらぜひ大募集中です。まあまあ随時でしょ。これだっていうのが見つかるまで。そうそう。そしたらなんか面白いかなと思って、ぜひ思いついたって方いたら書いてください。はい。今週もどうもありがとうございました。この動画が楽しかったよっていう方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。